フィードバックは毎日すべき。すれ違いが一番残酷なんですよ。そうですね。はい。確かに。結果失敗したなと思うのは、はい、自分が喋りすぎた時ですよね。で、こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。じゃあ今日も加藤ちゃんですね。はい、よろしくお願いします。今日は社長にフィードバックについて聞きたくてですね、僕自身自分がフィードバックすることもあるんですけども、それがうまく伝わっているかどうかがちょっと疑問というか不安で、うまく成長につながっているのかなという部分と、自分がフィードバック逆に受ける側の時もあるんですけども、フィードバックの意味についてもお伺いしたいなと思ってます。まず僕はそもそもフィードバックについてちょっとネガティブなイメージを持ってまして、はい。どちらかというとフィードバックするねって言われたらダメ出しをされるんだみたいな形で受け取ってしまうことがあるので、なるほど。社長はフィードバック自体そもそもどういうふうに捉えているのかなっていうところを聞けたらなと思ってます。そうなんだね。はい。全く私はですね、ネガティブなものって考えたことなくてですね、フィードバックっていうのはシンプルに相手のその行動とか成果に対しての意見とか評価を伝えて成長を促すためのものだから、そんなネガティブな話ばっかりになるみたいな感覚値では全くないですね。なんで、もしかしたら、フィードバックの意味として、その価値観は一旦外した方がいいですよね。必ずしもだから指摘や注意をするだけじゃないと。そういう風にしちゃってる上司も多いからそうなっちゃうのかな。とにかくそう、フィードバックっていうのは別にダメだった問題が起こった時だけ、指摘とか注意をするみたいなものではない。理想としては、フィードバックは毎日すべき。毎日受けるべき。内容としては、相手の行動や成果に対しての単純に評価とか意見を伝えて、次にこれからどうしてもらうかを考えてもらうための機会みたいなんじゃない？そういうふうにだからまず理解してもらったらいいんじゃないかなと思いますけどね。僕自身フィードバックでやっぱり良くなかったところを指摘されるっていうのもあったんですけど、これは良かったねっていうのももっとじゃあ良くしていこうとかっていうのもフィードバックっていうことですかね。そうだね。だからさっき言った通りその悪いとかいいとかじゃないんだね。単純にその相手の行動とか成果に対しての要はフィードバックだから、行動がいいか悪いかは関係ないね。全てに対してフィードバックだからね。うちだったらフィードバック面談とか、1ヶ月の自分の行動とか成果に対しての評価に直結するフィードバック面談みたいなのやってるけど、それはさ、大体さ、どういう風にやりますかっていうのは決まってるからいいんだけど、基本的そうだね。私だったら、まず、良かったことは何かあると。それが1日単位だろうと月単位だろうと、良かったこと、あまり良くなかったこと、これからどうしようと思ってるよ、みたいなことを、基本聞いちゃうよね。もっと言うならば、書いてきてって言っちゃう。今日さ、と。面談あるじゃん。フィードバックしなきゃいけないからさ、良かったこと、良くなかったこと、それを踏まえてこれからどうしようと思ってるか、書いて持ってきてって。でもっと言うとそれもめんどくさいからもうテンプレにしてるよね。毎回僕と面談するときはこれを書いてきてくださいみたいな。一回書かしちゃって、とにかく良かったこと、良くなかったこと、これからどうしようと思ってますかねみたいな。そんな感じを基本として、項目をもう作って書いてきてっていつも言っても。それを元に喋る。良かったことから来て、なるほど、こんなことできたの良かったじゃん。すごいじゃん。つって、いいじゃん、いいじゃん。良くなかったこと、そうなんです、そんなことあったんだね。これからどうしようと思ってる？なるほど、こうしようと思ってるんだね。みたいな。昔やってたのは、自分の評価、点数にして書いてきてくださいとかですよ。自分は100点だと思っても、会社があなたを50点で評価してますみたいなことあるわけだね。上司が。これさ、一番いけないのはさ、この相違が気づかれずに進んでっちゃうことじゃん。これって何を言ってるかっていうと、加藤ちゃん本人は、俺は頑張って結果も出して、やれるべきことを最大限やってるんだと。なんなら100だと。ずっと思ってる。でも上司は、いやー加藤まだまだだなと。俺の中でずっとあいつ評価50なんだよなと思ってるとすると、どっかで必ずハレーション起きるのよ。ちゃんとそれを確認する相互理解をする必要があって。だから例えばじゃあ加藤ちゃんが100点出してきた時に俺は、なるほど100点なんだと。すごいじゃんと。
ういうとこ100点だと思うのと書いてきましたと。はい、なるほど、なるほどね。と正直に言うと、僕からの評価、君50点なんだと。えってなるじゃん。なります。理由を説明するわけよ。はい。あなたのいいところはこれ。まだまだなと思うとこれ。こういった数値も踏まえて50ですと。はい。で要はそれを話して相互理解していくわけだね。中津ちゃんとしての正しいメンタルは、俺はすげえ頑張ってて100点だと思ってたけど、上司にはこうやって評価されてるんだって、まず理解をする。それだけだと単純にやってられっかよってなる人が多いんだけど、ちゃんとそれをリードしていって、はい、だったらこれを50を60、70、80、そして100目指すためにはどうしたらいいかを2人で話し合うと。最後に自分は翌月60、70、80っていう点数をもらえるように、はい、これを頑張ります。わかった。じゃあ俺もそれがあなたができるように、達成できるようにサポートするから一緒に頑張ろうな。こんなんに言いそうだよね。ああ、確かに。すれ違いが一番残酷なんですよ。そうですね。はい。確かに。ポイント言うと、はい、最初に言っちゃうんだけど、ちゃんとそういうふうに話したら、理解したことを復唱させるとか、はい、紙に書かせるが大事ですね。なんでかっていうと、これ、大体の人がもう伝えたから伝わってると思い込むんですよ。伝えたんじゃなくて、伝わったかどうかが重要だから、これを確認するために復唱または紙に書かせる、文章にさせる。それしないと結構食い違いが出る。はい、大体言うんだよね、上司がね。お前言ったじゃん、伝えたじゃん。聞いてるんだけど解釈が変わっちゃってたみたいな。よーから話したから、これ。はい、そんな揉め事くだらないじゃん。俺は言ったと思うんですけど、みたいな。はいね、いや、俺は聞いてないです。アホかいなってなる。ギャップ埋めるために、いろいろ話したことを、じゃあちょっと復唱しては学んだことみたいな。はい、ポイントだけでもいいからと。はい、で、言わせて、はい、その通りだなと思ったら、そうそう、いいね。ちゃんと理解してんね。って言うし、はい、ちょっとニュアンスが違ったら、それはこういうニュアンスで俺言ったんだけど、理解できてるって言ったら、いや、そういう理解してじゃなかったですと。じゃあちょっと改めますね。こういう理解しますね。とか、ごめんね、ありがとう、ありがとう。とかって言いながら、ちゃんとすり合わせしてくれるね。最後に、はい、じゃあ、今から、もしくは明日からとか、何を変えますかって、具体的に決めようぜっていう。はい、だからいつも言う、頑張ります。気をつけます。行動します。何よってなるじゃん。ちっちゃいことでもいいから、じゃあ今日の話を踏まえて、自分のなりたい姿、成長するという観点からして、どうしていきますかって。何を具体的に変えますかって。もしくはアップデートしますかって聞くわけ。例えば加藤ちゃんが大事なことを例えば見失って先月こういうことの問題を起こしてしまったから毎日業務の時は業務開始前に会社のパーパスを読んでから業務に入ります。これぐらい具体的に決めさせる。じゃないとやったかやってないか分かんないから本人もサボれちゃうんで。確かにでもそれは誰もチェックするわけじゃないんだけどでも自分の中で読むっていう行動を決めたわけだからいいねいいねと。そんなちっちゃいことだからできるじゃん。やろうと思ったら。はい、最後に変えるべき言動行動を、もしくはアップデートすべき言動行動を設定自分でしてもらう。それをやってもらうっていうのがあるかな。まとめると、基本的には良かったこと、良くなかったことを、じゃあこの先どうしますかっていうことをちゃんと話す。はい、ポイントは理解したことをちゃんと復唱させる。もしくはテキスト化させる。すり合わせをちゃんとする。相互が生まれないように。3つ目は、必ずやっぱ最後に変えるべきアップデートすべき言動行動より具体的なものを設定してもらうと自らね、そんな感じは必ずマストでやりますよね。実際に話した結果こういう行動をしましょうって決めることで、それができたかできなかったをまた次フィードバックするときに振り返れるし、確かにいいなと思います。かっちゃん最初にフィードバックってすごいネガティブなイメージですよって言ったけど、それってやっぱフィードバックを間違えてる人が多いからと思うんだよね。フィードバックって単なる指摘とか評価って安直に思っちゃうと、最悪のフィードバックってね、とにかく相手の問題とか間違いを指摘して、問題点とか課題ばっかりな話になるじゃん。一方的なことが多いよね、上司から。そうすると部下側は結果萎縮とか受け身になりやすくて、余計なこと言うとまた話長くなるから、そうですね、わかりました、はい、おっしゃる通りですとかつって聞くじゃん。最悪だよね。フィードバックでもなんでもないよね。フィードバックは単なる指摘じゃなくて、簡潔に言うと相手の成長を促すための建設的なアドバイスじゃん。それは忘れちゃいけないんだ、やる側だった。確かに。ありがとうございます。逆に社長が今まで自分自身たくさんフィードバックしてきた人がいたと思うんですけど、これはちょっとフ
フィードバックの仕方を誤ったな、間違えたな、とか、逆にこれはすごいいいフィードバックができて、この子すごい成長したな、みたいな経験とかってありますか？うん。はい。すごい極端な話、はい、フィードバックは大きく2つあって、はい、1つは、その人の職種とか仕事内容によるんですけど、あと経験にもよるんですけど、はい、レベルとかね、はい。毎日フィードバックするのがいいんですよ。オペレーションのメンバーを持ってる上司だったら、僕は毎日フィードバックをするべきなんでね。例えば新入社員とか新卒とか、まだ若い子とか、まだ未熟な子とかは毎日すべきでね。っていうのが一つね。もう一つは、月次ごとにその人の評価とか、ひっくるめてフィードバック面談みたいなね。こんな感じを二つ大体やってるんですけど、大体一般的には後者みたいな感じが多いと思うんだけど、はいはい、結果失敗したなと思うのは、はい、自分が喋りすぎた時ですよね。で、うまくいったなって思うのは、相手の方が喋ってた時ですよね。すんごい簡単に言うとこんな感じ。なるほど。喋りすぎてしまったなっていうのは、相手の意見をあまり聞かなかったみたいな、そういう意味ですか？なんか、はい、僕もそうだし、もしかしたら実はこういう人多いんじゃないかと思うんですけど、こうするべきだとか、どうすればいいか結構分かっちゃってるんですよね。上司側って。それだけの経験と知識があるから。だからこんなミスするのはこれが原因だ。だからこの先こうすりゃいいんだよと。分かっちゃってるんですよ、大体。そうするとそれを強く出ちゃうと、やっぱ自分がね、こうやりゃいいんだよと。みたいな感じで、やっぱ自分が喋っちゃうんですよね。でもそれって、部下にとっては、理解してちゃんと行動を変えられるんだったら、結果が変わるんだったらいいかもしれないんだけど、割とちょっと微妙なことがやっぱ多くなっちゃうんで、部下が自分でそういうことに気づければいいから、気づけるようにサポートしてあげるのが一番ベストだなと思って、そういうのを考えていくとやっぱり、こっちが喋りすぎは良くないんだよね。そうじゃなかったら、他にいろんな時間を持たせるしかなくなっちゃうから。フィードバックの時はわーってやって、その後やっぱちゃんと振り返って行動を変えさせたりとか、やる時間をちゃんと設けてそれが仕組みになってるのっていいけど、そのフィードバック1回でやっぱどういうふうにやるとかって考えると、自分が喋りすぎないようにした方がいいですよね。自分がする側だと確かに相手の良くないかったこととかばっかりわーって言っちゃってたかなと思います。相手の話をあまり聞かなかったかなと。いいフィードバックというかフィードバックのポイントとしては、毎日やる場合ちょっと別だけど、いつ話すかって結構重要で、相手のね、モチベーションが高い時とか、出来事の直後に話す方がいいよね。とか、だってどこで話すかも結構あって、あんまり場所にこだわらない人いるんだけど、結構ガチめな話をするときはやっぱりちゃんとした場所がいいし、集中できる環境がいいしとかね、そういうこと言ってます。どんな話をするかっていうのも、フィードバックの実は内容も相手に合わせる。相手が理解しやすいように合わせる。例えば僕もよくやるんだけど、で相手が野球が好きだったら野球に例えたりとかね。でも相手が野球全く知らなくて、バスケットとかってバスケットに例えたりとか。相手に合わせて例え話とか変えるから、どういう風に話するか結構重要かな。あと、やっぱりなぜっていうのもちゃんと付け加えた方がいいと。これも繰り返しになるけど、加トちゃんが、フィードバックってすごいネガティブなもんですよね、みたいな最初に冒頭に話したのって、多分、話し方もそうだけど、なぜを伝えてないからね。なぜフィードバックするのかを多分、する側も考えてないし、伝えてないし、される側も考えてないからね。なんでフィードバックってあるんだとか、なぜこのフィードバックをするかとかを、ちょこっとやっぱ説明ちゃんと入れることで、何のためにやってるかを毎回やっぱりちゃんと言った方がいいんでね。あとは仕事だったら、具体的になるべくした方がいいですよね。業務のオペレーションだったら、具体的に何を言ったらよかったと、その何っていうまで定めるとか、営業で受注するためには今日本当だったらもしかしたらね、10件受注できたと思うんですけど、5件になっちゃいました。本当はもっとね、こういう同じような日だったら、6件、7件って受注したいんですけど、もうちょっと取りたいんですけど、いい方法ありますかねとかって言われたら、こっちもそんな感じで言われても困るじゃん。でもなるべくそれを具体的に、じゃあもうちょっとってどれぐらいと、明日から6件いけるようにする。じゃあ6件にするためにあと1件だから、どういう風に喋ってるのってわーってトーク聞きました。このトークを具体的にこうやって変えたらいいんじゃない？一回試してみたらとか。なるべく具体的にした方がいいですね、業務はね。
これも繰り返しになりますけど、フィードバック NG 例みたいな感じかな。今言った具体的すぎない、抽象的すぎる。はいはいはい。もっと頑張れ、みたいな。うん頑張っとるわ、みたいな。ね。否定的もダメでしょ。なんでこんなミスすんのみたいに言っちゃうんじゃん。あと一方的、こうすればいいんだよ、みたいな。はい、あんまりそうだと分かってても決めつけすぎるとちょっとダメな場合があるでしょ。ダメ出し指摘みたいなばっかりになっちゃうと、それはね、ちょっと NG ですよね。改めて具体的で実践しやすいアドバイスだったり、とにかく相手の成長につながる形で伝える、一方的ではなく対話をやっぱ意識する。質問に困ったりとかしたら、じゃあこれからどうする？次どうする？みたいな、そういう問いかけを多く含めていく。こういうのを意識するだけで全然フィードバックやった後のお互いのこう、スッキリ度というか、次のショットに迎える形が、効果が全然変わると思うんだよね。確かに。ただ指摘されて終わるだとちょっとあまりいい気分で終わらないかなと思うので、確かにそうですね。結論としてだからフィードバックは単なるね、指摘とかじゃなくて、相手のモチベーションを高めて成長を促すための重要なプロセスで、その適切な実施が企業の成長に直結したりするので、やっぱりしっかりやった方がいいし、ちゃんと意味も理解して、その通りに今日してたポイントを実践していけばいいんじゃないかな。今まで僕はフィードバックのその回数とかタイミングとかっていうのも、まとめて週に1回とか月に1回まとめてでもいいのかなって思ってたんですけど、今の話を聞くと毎日こう徐々に軌道修正していい方向に行くのが一番いいんだということに気づきましたね。例を挙げると、野球だとしたら、選手が例えば今日5打数2安打だったぜと、もしくは3打数0安打だったぜと、毎日振り返りとフィードバックした方が良くないですか？プロだったら年間144試合あってね、日本だと。ね。1試合、毎日同じ野球やってるわけだけど、相手ピッチャーも違えば、状況も違いますよね。今日どうだったかって、必ずやっぱり終わった後に振り返ってフィードバック受けた方が良くないですか？確かに。1ヶ月単位でいいんですか？いやってなるよね。なりますね。なんで仕事はいいんですか？だからその人の職種によりますけど、うちの引っ越しの現場とか、アドバイザーって言われるコールセンター、営業販売系とか、絶対毎日やった方がいいですよね。今度管理職とかになってくると、それが週になったり月になったりでいいんですよね。例えば野球の、じゃあプロ野球の監督が毎日 GM からフィードバックを受ける必要ありますかってなると、それはさすがにいらないんじゃないってなるじゃん。最低でも月でいいかなと。そんな感じだよね。確かに。意識を改めます。はい。今日はありがとうございました。今日学んだことは、そもそもフィードバックの本質。フィードバックは単なる指摘とか注意ではなくて、相手の成長を促すためのあくまで建設的なアドバイスであるということですね。あとはフィードバックの方法としては毎日行うべきで、これからどう行動や言動を改善していくか、伝えたことがしっかりと伝わったか、その確認まで行うというところ。NG な例としては、一方的に自分ばかりわーっと話してしまったりとか、抽象的にもっと頑張れとかっていう言葉で終わってしまうこととか、相手を否定しすぎてしまうとかっていうフィードバックはもう NG だということに気づけました。具体的な実践の方法としては、最後の行動とか言動を明確にさせることと、で次のフィードバックの時にそれをまた振り返るっていうところ、毎日の日報を提出したりとかっていうのが具体的なフィードバックだということに気づけました。フィードバック自体は相手の成長を促すための対話であって、具体的なもので、ポジティブなもので、継続的に行うことが重要で、適切に実践することで企業全体、会社の成長につながるようなものなんだなと。最初に僕が言っていたネガティブなだけのものではないんだなということが分かりました。ありがとうございます。はい。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。